人はずっと見上げて生きている。いつか落ちてくるのではないかと。しかし頭の上に剣はない。昔、シケリアという国に一人の王がいた。ディオニュシオスという名の富と権力を極めた王。その王のそばにダモクレスという帝臣がいた。ダモクレスは毎日王を羨んでいた。あふれる黄金、きらめく宝石、極上の料理、頭を下げる数えきれない家来たち。これほど幸福な人間は世界のどこにもいない。彼はそう信じて疑わなかった。ある日、彼はとうとうその思いを王に告げた。あなたはなんと幸せな方でしょう。王はしばらく黙っていた。そして静かに言った。ならば一日この座を譲ろう。その夜、ダモクレスは王の椅子に座った。柔らかな絹が肌を撫でる。香り高い酒が杯を満たす。どこからか美しい音楽が流れてくる。望めば何でも手に入った。これこそ夢にまで見た一日だった。杯を口に運ぼうとして彼はふと上を見た。天井から一本の剣が吊るされていた。それもただの剣ではない。鞘から抜かれたむき出しの刃。それが馬の毛たった一本で吊られている。切っ先はまっすぐ彼の頭の真上を向いていた。その瞬間からすべてが変わった。料理の味は消えた。音楽はもう聞こえない。柔らかな絹もかぐわしい酒もどこかへ行ってしまった。彼の目に映るのはただあの剣だけ。あの細い毛はいつ切れるのか。今か、次の瞬間か。それともほんの少しみじろぎしたその拍子か。夜はいつまでも明けなかった。時間がその一本の毛と一緒に宙吊りになっていた。何時間が過ぎたのか彼にはもうわからない。ただ頭の上を見つめ、息を潜め震えていた。豪華な食事は目の前にある。だが彼の手はもう動かない。さっきまでの幸福は跡形もなく消えていた。やがてダモクレスはたまらず王に願い出た。どうか元の場所へ戻してください。私にはこの幸福はもう耐えられません。席を立つ彼に王は静かに言った。これがお前の羨んだ幸福だ。鶴にがその後どうなったか、それはもう少し後で話そう。私たちの頭の上に本物の剣はない。だが同じように感じている人が今静かに増えている。返事が来ない。たった数時間、その間ずっと最悪の言葉を思い浮かべている。検査の結果を待っている。まだ何も言われていないのに悪い病名ばかりが頭に並ぶ。新しい1週間が始まるその前の夜、理由もなく胸が重くなる。何も起きていない。それなのに心臓はもう鳴っている。なぜ人はまだ来てもいないものをこれほど恐れるのか。人間の脳には特別な力がある。まだ起きていない未来を頭の中で先に体験する力。これをメンタルタイムトラベルという。心の時間旅行だ。この力のおかげで人は計画を立て危険に備えてきた。だがこの力には影がある。未来を思い描くとき、脳をなぜか最悪の方へ傾く。小さな不安の種を際限なく膨らませていく。これをカタストロファイジングという。破局を先取りして思い描いてしまう癖だ。
返事の遅れが嫌われた証拠に思える。検査の影がもう終わりの宣告に聞こえる。そしてここからが人間の体の不思議だ。脳は本物の脅威と想像した脅威を見分けられない。頭の中で最悪を描いた瞬間、体はそれを現実だと信じる。そして太古から備わった防衛装置が作動する。闘争反応。敵と戦うか逃げるかに体を備えさせる仕組みだ。心臓が速くなる。息が浅くなる。夜、目が冴えて眠れない。これは本来命を守るための反応だ。ただそれがまだ来てもいない未来に対して誤って作動している。つまり、あなたが将来に怯えてしまうのは心が弱いからではない。未来を描く力が優秀すぎて、命を守る装置が高すぎる精度で働いてしまうからだ。剣はまだ落ちていない。それなのに私たちは来てもいない未来を何百回も生きて、その度に本当に傷ついている。ではダモクレスの剣はどうなったのか。剣は落ちなかった。一度も。彼を苦しめたのは落ちてきた剣ではない。いつか落ちるかもしれないというその考えの方だった。ずっと後の時代にモンテーニュという詩作家がこう書き残したと伝わる。私の人生は恐ろしい不幸に満ちていた。そのほとんどは起こらなかった。さらに昔、セネカという哲学者もよく似たことを記している。人は現実よりも想像の中で多く苦しむと。その言葉を残すよりさらに前に一人の哲学者がいた。名はエピクテトス。かつて奴隷だった男だ。彼は世界を二つに分けて考えた。自分の力が及ぶもの、そして自分の力が及ばないもの。自分の判断、自分の振る舞い。今何を選ぶか。それはあなたの手の中にある。だが他人が自分をどう思うか、明日何が起きるか、それはあなたの手の外にある。苦しみはいつもここから生まれる。手の外にあるものを手の中で握ろうとするその時に。将来への不安とは何だろう。それはまだ来ていない未来を頭の中で先に支配しようとする試みだ。だが明日は誰の手の中にもない。エピクテトスはこんな言葉を残している。幸福への道はただ一つしかない。意志の力でどうにもならない物事は悩まないことである。諦めろではない。握った手を開きなさいということだ。頭の上の剣が落ちるかどうかは剣側の話。今目の前の料理を味わうかどうかはあなた側の話だ。不思議なことがある。同じ知恵が時代を超え、国を超えて、いくつもの言葉の中に今も残っている。考えてもわからない未来を心配するより、今に集中しよう。そういうことを意味する格言やことわざだ。先人たちはずっと前からそれを知っていた。返事を待つ夜も、結果を待つ朝も、頭の上には本当は何もない。その剣は本当にあなたが握っていなければならないものだろうか。まだ来ていない明日と今目の前にある料理。あなたはどちらを見て過ごすだろうか。